笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもある井出ちゃんです。今回は転倒への恐怖心に効果的かつ立ち上がりの反復速度低下といった無動による動作の遅延に効果的なリハビリをご紹介します。ご紹介する運動は歩行可能な30から80歳のパーキンソン病患者さんで転倒したことがある、または転倒リスクがある患者さん48人を集めて行われた研究で、用いられたリハビリ内容を自宅でできる形でアレンジしました。この研究では週3回、6ヶ月間、月に1回はセラピストにマンツーマンで指導を受けるけれども、あとは自宅で自主練習でリハビリを行った結果、転倒への恐怖心が軽減したり、立ち上がる速度が上がるなど、無動による動作時間の遅延の改善や歩行速度の改善、筋力の改善が得られたというものです。内容はいつもの筋トレやバランス練習の組み合わせになっていますが、やはり転倒恐怖心を良くするためにということで、今回は文献通り立位で行っていきます。手すりなどの指示物を持った状態で安全を確保して行っていただきたいです。必ず手すりから手を離さないよう行ってください。では始めていきましょう。まずバランス練習から行っていきます。最初に前後の重心移動です。背筋を正したまま行いますが、お腹だけ前に出たり、膝が曲がったりしないよう、背筋を正して足の付け根が伸びるような感覚で前に体重を乗せていきます。つま先に体重が乗ったら、今度はかかとに乗せていきますが、腰が引けないよう、背筋、股関節が伸びた状態でかかとに体重をかけていきます。この時、手すりを引っ張って保持するのではなく、手すりは軽く持って、ここまでなら自分で耐えられているというのを確認しながらかかとに体重をかけます。では、前後に3回ずついきます。つま先、かかと、つま先、かかと、つま先、かかと。続いてつま先立ちです。先ほどのように前に重心移動したら、背筋を正したままかかとを持ち上げます。かかとを持ち上げるときに体、膝が曲がって後ろに重心が残ったままかかとを上げる方が多いので、しっかり背筋を正したまま前に体重をかけてからつま先立ちをします。ではつま先立ちを3回10秒ずつキープします。1回目、2回目、3回目、続いて左右の重心移動です。これも背筋、股関節を伸ばして胸の位置が下がらないよう平行に左右へ重心移動します。
ずっと胸は張った状態で左右に体幹を曲げるのではなく、股関節が動くことで重心移動をしていきます。右に行ったら右の小指、左に行ったら左の小指に体重がかかります。では、左右に3回ずつ行います。右、左、右、左、右、左。手すりを持って背筋は正したまま、頭、上体をひねり、できる限り後ろを向きます。これを3回ずつ行います。1回目、2回目、3回目。続いて片足ステップです。支える方の股関節はしっかり伸ばしたまま、もう片方の足を前、横、後ろに動かします。3回ずつ行います。前、横、後ろ、前、横、後ろ、前、横、後ろ。反対です。前、横、後ろ、前、横、後ろ、前、横、後ろ。続いて前後ステップです。前、揃える、後ろ、揃える。3回行います。前、揃える、後ろ、揃える。前、揃える、後ろ、揃える。前、揃える、後ろ、揃える。続いてサイドステップです。右に出して揃える、左に出して揃えるです。3回行います。右に出して揃える、左に出して揃える、右に出して揃える、左に出して揃える、右に出して揃える、左に出して揃える。続いて片足立ちです。左右で3回ずつ10秒キープするよう行います。では始めます。反対です。反対です。反対です。
反対です。反対です。続いて、本来は階段昇降の練習なのですが、踏み台をお持ちでない方が多いかと思いますので、今回はティッシュやそれに近い箱を使って、この箱の上に乗るのではなく、またぐ練習をしていきます。では、手すりを横に持ち、前にティッシュの箱を置いて、またいで前後にステップします。またいで揃える。戻して揃えるです。ゆっくり落ち着いて行いましょう。右足から出して、右足から戻すを5回。左足から出して、左足から戻すを5回行います。では、右足から始めます。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。次は左足からです。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。続いて手すりを前に持ち、先ほどのティッシュの箱をサイドステップでまたぎます。またいで揃えるです。腰が引けないよう行いましょう。それでは10回往復します。またいで揃える。戻して揃える。2回目。3回目。4回目。5回目。6回目。7回目。8回目。9回目。10回目。では、バランス練習はここまでで、次は筋トレを行っていきます。まずは立ち上がりです。椅子を準備します。しっかりお辞儀をして行いたいので、横に手すりを配置した状態で行います。背筋を正して、しっかり足の付け根の股関節からお辞儀をして、ゆっくり立ち上がり、ゆっくり座っていきます。立つときは股関節、膝、足が同時に伸びる。座るときは同時に曲がることを意識して行います。では10回行います。
1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。続いてハーフスクワットです。ハーフとは何ぞやですが、太ももが地面と平行になるくらい下げていくのがパラレルスクワットといい、ハーフはこの半分ぐらい、膝が90度になるくらい曲げていくスクワットのことを言います。ポイントは背筋は正したままで、胸の位置がまっすぐ下に下がるようなイメージを持って膝を曲げていきます。よく膝だけ前に曲げて伸ばすときに腰を引いて伸ばす方がいらっしゃいますが、これはお尻の筋肉も膝の筋肉も負荷がかかりませんので、背筋を正して胸を真下に下げていき、股関節と膝が同時に曲がっていくイメージを持ちます。それではこのハーフスクワットを10回行います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。お疲れ様でした。今回は転倒への恐怖心の改善や無動の症状に効果的なリハビリをご紹介しました。この運動は自宅で自主トレで励んで効果が出たというものですので、自信を持って取り組んでいただければと思います。今回の内容は筋トレとバランス練習の組み合わせでしたので、3日に1回程度行っていただいて、他の日はストレッチと別のトレーニングを行っていただきたいと思います。今回の動画を見て、これからもパーキンソン病に効果的な運動や有用な知識を得たいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE では新しい動画の情報やどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄の公式 LINE リンクから登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。